けるな、きっと負けるな。わっしょい。いよいよ始まりました日本一周百名山の旅。そして今回一発目となる丹沢山に登ってきました。こちら標高が1567メーター、累計高低差はですね1300から1500と言われています。なので普通にきついです。こちら神奈川にある山なんですけども、登山口からの高低差でいうと北アルプス並みということで、舐めてかかると大変痛い目に遭う山でございます。はい。そしてですね、この山なんですけども、僕が幼稚園か小学校低学年くらいに、父と兄と登った山です。遠野岳まで行ったらしいんですけども、それの思い出巡りも兼ねての登山となります。それでは本編どうぞ。今日はですね、丹沢山に来ています。玄関はあんま調子がよくありません。体調が悪いです。丹沢山の三山山荘っていうところに、一泊したいと思います。でそこまでコースタイムだと6時間くらいなので、ゆっくり歩いて7時間とか7時間半とかかけてゆっくり登ろうと思ってます。はい。頑張りましょう。頑張ります。あと昼対策してないので、なるべく肌を出さずに、この首元もね、ミレーのこの涼しい UV カットのやつで守っていきたいと思います。一応中にねスパッツは履いてるんで、中にスパッツ入ってます。侵入しても素肌はないようにしてます。はい。行ってきます。ここに止めました。昨日の夜のうちにね到着してて、でその時は全然人いなかったんですけど、いなかった。1台しかいなかったね。もう朝今8時半、こんな感じで埋まってます。大人気です。祝日だからね。今日祝日？うん。あ、今日祝日？そうだよ。変な歩き方を発明したらしいです。見て。持たなくても動くの棒が。それ足意味ないんじゃないの？でも棒は持たなくていいんだよ。ほら、動くの勝手に。ほら。ここは登山口ですね。ゆっくり行きましょう。気持ち悪いや。大丈夫かな。行きます。アスファルトを越えたらいよいよ登山口です。ちょっと調子悪いみたいです。ちょっと回復しました。ご飯食べたらやっぱ朝ごはんは食べないとね。うん。ダメだね。体調悪いからもうダメだ、食べれないと思ったけど、食べたら回復した。というわけでですね、今分岐点にいるんですけど、向こう側に行くと大観峰、大倉高原テントサイトに昔泊まったらしい。ここに2泊してるんだよね。そう、大倉高原テントサイトに1泊で、遠野岳に昔20年以上前かテント場があったのか、テントしてた。そこ2箇所巡っていきたいと思うので、まず第1箇所目、1泊したキャンプ場に、大化の思い出の場所に行ってみましょう。行きましょう。レッツゴー。気温がちょうどいいね。確かにいい感じに涼しいし、いい感じにあったかい。倒木がいっぱいある。やっぱこっち人全然いないな。変な鳴き声が聞こえる。見て。うん、似てる。人間っぽい。でもいろんな場所で聞こえるからね。鳥なのかな。数人笛持った人間が山の中部に立って演奏会やってるみたい。明日も曇り予報です。ちなみに。いいね。雨は？雨は降んない。
今日の夜ちょっと降るかもしれないけど。野生の亀に出会いたい。野生の亀。うん。川にはよく浮いてるけどね。亀みたい、リクガメ。野生のリクガメっているの？野生のリクガメに出会いたい。あ、見て、ボインボインしてる。毛虫だ。うわガになるんだよ、こいつ。も大丈夫、その前に鳥に食べられるから。この目立つ虫。今画面の中央にいます。よし、行きましょう。やめて。行くよ。つまんねえの。つまんねえの。生き物と遊ばせろ。すごいね、トイレどこにでもあって。ね、新しいね。ね、綺麗そう。ここら辺がテントサイトチップと、ここはどんくらいだ？今1時間くらい歩いて。え？どうしたの？一応テントサイトとして使えるみたい？テントサイト、今はここはね、使える。あ、ここここは実際に使える。あ、そうなんだ。あ、上の方が使えないってことね。そうそうそう。あ、そういうこと？丹沢はね、ほんと数箇所しかない。あ、そうなんだ。ここ含鼻ほじるな。あ、やめてよ、映してないのに。言わんといてで、ここから遠野岳まで2時間半。うわ、綺麗だね。楓。紅葉綺麗そうだ、ここ。綺麗。緑色の時の方が好きなんだよね。そうなの？うん。こっちだよね。うん、そっち。この階段が2時間くらい続いたら、一旦山頂で、そこからまたアップダウンがあって、丹沢山。一旦山頂ってどういうこと？ピーク一つ踏んで、その先にもう一丹沢山がある。そういうこと？そう。前に親子登山がいる。あんまり記憶残ってないけど、なんかいいな。今ちょうど下から歩いて2時間。え、今で2時間？ 2時間経過。まだ2時間？うん。そうでしょ。今標高900メートルだから、うん。あと600ないくらいそうか。上げます。標高を。そんな、ダメだ。下るということはこの分登るということ。火災があったところ。今はこんな感じでちょっとだけ再開してます。結構歩いてきたね、こう考えると。5.2 キロ。ああ、平地歩いた方が楽だね。5.2 キロ。同じ5.2キロでもいいね。苦しくて楽しい。いい。また上りです。お、小屋があるぞ。だいぶ登ってきたね。たっぷり休憩したので、また出発します。マジでずっと続くやん。終わらない。わーお。おー。おー、わ雲の中だ。ー。Inside the clouds.
Amazing! Yeah. あともう 0.8 キロだ。もうちょい。ないよ。いいね。わっぜかも。すごいね。丹沢の山々です。遅咲きの桜がさ、綺麗だね。着きました。ファーストピーク。遠野岳です。賑わってる。これテント場だったんだ。小さい頃はここに泊まりました。へえ。でね、写真で言うとね、あっちのね、あ、下の方になんかテント場が昔あったのかな。下の方なんだ。へえ。20年前だからわかんない。父が勝手にテント張ってたらすいません。謝ります。でもね、風が強くて中でご飯食べていいよって言われたのは覚えてるから、その頃はテント OK だったのかもしれない。ああ、そうだね。20年前の20年以上前か、うん。前の丹沢を知っている人教えてください。いいね。じゃあここからまた歩きましょ頑張りましょう。あと1時間半。レッツゴー。う。丹沢山 2.6 キロです。頑張ります。たまけるなきたまけるな。わっしょい。なんか言ってる。一人でなんか言ってる。なんか今宇宙と交信してんの。あらまあ。宝石の埋まってるところではね、これがバッテンになるんだって。ダウジングじゃん。見つけてくれ。埋蔵金を。埋蔵金見つけたら、うん。溶かして、うん。私なんか金のオブジェ作りたい。俺売って金にする。金のオブジェ作ってオブジェ売りたい。こんにちは。じゃあ。そのオブジェが芸術的だったらより高く売れるね。そういうこと。さすが。オブジェか、なんかね、金細工。うん。金細工に手出してみたい。ああ。いいね。だって埋蔵金見つけてお金に換えたらさ、どれぐらいの何の税がかかってどのぐらい取られるかわかんないじゃん。もうだからこれは画材としての金です。脱税です。危ないね。危ない。危ないしそうだね。やっぱりほら、なんか土が青っぽいんだよね。取って粘土にしたらさ、緑っぽいのになるってことだよね。不思議。なんで緑なんだろう。ね。今ちょうどすれ違った人から山桜が綺麗だよって言われたので楽しみです。わあ、綺麗。あー、かわいい。うわ、すごい。いいね。いいね。なんか一気に平日の山みたいになったね。確かに。人がガラリと減った。いやー、このぐらいが心地いいよね。うん。すごい光景でしょ。半分雲、半分雲じゃない。イエーイ。幻想的だね。いいね。あ、雲が侵食してきてる。まだまだ半分地点にも達してない。行かなきゃ。残り 0.9 です。終わんない。大丈夫かい？終わんないよ。いつまで歩いても終わらないんだよ。ビアンカとの間に雲がある。綺麗。
小屋が見えました。見えないかな。ちょうど赤い屋根があります。あと20分くらいかな。なんかつきました。なんかついちゃった。ついちゃった。小屋があそこって、さっき赤い屋根が見えてあって、多分昼ヶ岳の方か。ああ、昼ヶ岳の方か。ついたついた。ついた。なんかパッとついた。急についちゃった。ね。いやーでもいいね日本百名山。ー。うふ。丹沢山です。イエーイ。百名山。始まります。これから。始まりますよ。僕らの旅が。100個の山を登る旅が。これ99。これ99。イエーイ。面着き白い。ました。本日の宿。ストック立てってあるんだ。本当だ。すごいです。そうですよね。そしてね、こいつに入れました。ありがたい。撮影も OK いただきました。で、食事が5時、17時。明日の朝、食事5時。朝5時にご飯です。そうだよ。寝てます。ヨンさんは何を読んでるんですか？昼は秋から落ちてこない。おもろい。なんかね、かわいい。まだ読んでます。あとちょっとで半分くらい。昼は木から落ちてこないらしいです。落ちてくると思ってたねえ、なんか聞いたことがあったぐらいな感じだけど、思い込みだったみたい。やっぱ首にいるってたまに聞くじゃん。あれ全部足からなんだって。みんな床にいるらしい。なんだって。なので下山は暑我慢して登ったけど、足元からなので半袖で下山します。食べ終わりました。本も読み終わりました。面白かったです。寝ます。歯磨き終わって。もうね、あと数十分で消灯だね。ショート8時半だけど今何時？ああ、じゃああとで1時間ちょっとでしょう。眠い。でね、天気はね、もう全然ダメだね。ダメですね。めちゃめちゃガスって雲の中。でもなんかそれはそれでなんか気持ちいい。ミストを浴びてるみたいな。最高。おすすめ。全然おすすめできます。雲の中登山。寝ます。おはようございます。朝ごはんを食べまして。食べました。
どうもおはようございます。また6時前なんですけども、小屋から出てきました。歩いて帰ります。水滴がついてる枝に。面白い。で、思ったんだけどさ、こういう雲の真ん中あたりに行ってさ、うん。振り回されたらさ、上下どこか分かんなくなるぐらい白いよね。確かに。いやー、いいな、雲の中の山も。いいね、最高だね。うん。なんか曇りぐらいだったら、今後も狙ってきたいぐらい綺麗だね。うん。めっちゃ綺麗。ねえ。いや晴れだけじゃないんだね。いいのって。水蒸気で水が落ちてるし。そう。濡れないのに雨の音すんの。強いよね。濡れずに雨楽しめてる感じ。得だね。いいわ。なんか高いところに雲があったりするのはさ、ちょっと残念だけどさ。これもう中にいるとうん。いいよね。森林限界じゃないからこそ、こういうのが楽しめるかもね。あ、そういうこと？うん。あ、だからか。そっか、森林限界だとこういうのもないのか。うん。はあ。低山ならではのそういうことか。楽しみかもしれん。わあ、低山、曇りの低山、おすすめ。い新しい発見だね。や、めちゃめちゃ面白いよ。層ができるから、奥行きが楽しめる。うん。この雲の中を歩いてて思い出したんですけど、僕が初めて雲の中に入ったのも、この丹沢です。っていうのを思い出した。マジ？すごっ。お父さんと？そうそうそマジで？う。なんかこんな感じで、当時わかんなくて、うん。これ雲の中だよって言って口パクパクして雲食べてたの覚えてる。雲食べたと思ってかわいい。なんか思い出した。かわいいね。あ、イノシシの匂いする。え？ほんと？全然わかんない。マジ？めっちゃわかりやすいじゃん。今のはイノシシの香りです。忘れてた記憶を思い出すっていいね。いいね。やっぱ歩いてると思い出すよね。うん。私はさすがに東京の時は02歳だったからあ思い出せてないけど、ここ獣道だと思う。あ。あら。ダニ気をつけて。誰もいないとのだけ。誰もいません。すごい。無人でございます。いいね。静寂。ここでちっちゃい頃スパゲティを食べたのがすごい記憶に残ってる。懐かしい。変わってない？変わってないんじゃないかな。変えられないもんね。そうそうね。最初飛び始めるんだったらさ、こういう霧のところからファって飛んで上まで行って、で雲を切り抜けて、あ、この中にいたんだっていうの見たくない？すいません。嘘。めっちゃ良さそう。なんでもないです。晴れてればここが富士山のトーンだったんだけ飛びたい。ど、何も見えません。すごいね。ここまで白いのって見たことないや。ムラなく白いよ。うん。あと3キロです。アスファルトです。もうすぐです。駐車場着きました。見た。なんて同じところから降りると飽きるよね。長かった。お疲れ様でした。疲れちゃわないけどね。CC レモンが冷蔵庫にあるよ。知ってる。
CC レモンが飲みたくなるほど疲れてないかわかる。らね。もっとヘッドヘッドの時に飲みたいよね。残念。夏だね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでいかがだったでしょうか。結構きつかったね。結構きつかったね。筋肉痛あの後めっちゃ来たね。めっちゃ来たよ。私は初めての山小屋泊で、うん。ああこんな感じなんだっていうので面白かった。やっぱり布団で寝れるとね、回復が違いうやね。すごいよ。今まではやっぱりテント担いで行ってっていうのでもう損傷が激しいのに足の、なのにそこからまたテントでそこまで寝心地も良くなくて、あんまりちゃんと寝れなくて、下山するっていうのでもう下山の頃にはヘッドヘッドなのに、今回はもう全回復でね、最高だったね。最高だったよ。下山後に筋肉痛は来たけど、下山途中は太ももの筋肉痛とかは一切なくなって、もう全然痛くなく下山できた。びっくりしたね。よかったね。すごくよかった。百名山1座目制覇ということで残り99座、頑張りましょう。頑張りましょうここで値を上げてらんないよね。どんどん登っていきます。どんどん登ります。というわけで次回の山と僕らまでバイバイ。バイバイ。父ちゃんにとっては18年ぶりの登山でした。たくさんの荷物を持って本当のことを言うときつかった。でも大地と大化の小さな背中に励まされたよ。ありがとう。二人ともよく歩いた。よく頑張った。お互いの名前を呼び合って登頂した山での経験は二人にとって貴重な体験になったんじゃないかな。そして人との出会い、いろんな人たちに励まされたね。逆に小さな君たちに勇気づけられた人もいたよ。父ちゃんもそのうちの一人だけどね。登頂という一つの大きな目標が達成できた満足感、充実感は二人の顔にたくましく輝いてたよ。世の中お金を出せば手に入るものはたくさんある。だけどこの夏登山の感激はいくらお金を出しても手に入ることはできないんだ。帰りの電車の中で父ちゃんは二人に、これから幼稚園や学校でも大変なことがあると思うけど、そんな時はこの夏の山登りを思い出すんだ。あれだけきつい登山ができたんだから、何にでも頑張ることができる。チャレンジすることができる。大丈夫。という話をしたね。大化は黙ってうなずいた。大地は涙を拭ってうなずいた。また少し心も体も大きくなった。さあ、ママが待つ町に帰ろう。